こんにちは。外の空気が冷たくなっていき、金木犀の香りがするとノスタルジックな気持ちになり、胸が締め付けられるような感覚に襲われる底辺アクアリスト黄昏です。今回はレッドビーシュリンプの動画です。以前の動画で家の水道水がアクアリウムに向いていないという動画を出したんですが、その時についでに測ったレッドビーシュリンプ水槽の TDS が水道水の TDS と比較してもあまり高くない結果だったんです。今までレッドビーシュリンプの動画は毎回あまりいい報告ができておらず、その度に皆さんからとても参考になるアドバイスをいただいていました。その中で僕が未だに実践していないことがあるんです。それがミネラル分の補給です。以前のレッドビーシュリンプの脱皮不全の動画でもミネラル添加剤について話したんですが、ポツポツ氏のトラウマから水槽の中に何かを入れることにとてつもない恐怖心を抱いており、結局添加剤を使用していませんでした。しかし足踏みしていても何も変わらないということで、今回はようやくミネラル添加剤を我が家の水槽でも使用することに相なりました。今まで添加剤に踏み込めなかったのは何かを入れることに対しての恐怖心もありますが、皆さんにおすすめしていただく添加剤の種類が多く、結局何を入れたらいいんだろうと悩んでいたことも原因でした。各々で水槽環境が違う中、自分の環境に合った添加剤を提案していただいて感無量です。ただ僕は自分の行動に対する自信が人一倍ないことに対する自信が人一倍あるんですが、頑張って考えてひねり出した結果、これを選びました。そう、ミネラルウォーターです。何を考えてミネラルウォーターを選んだのかと言いますと、水だから大丈夫だろうという至って短絡的な考えからなんですが、初めてのミネラル添加はマイルドなやつがいいかなというところです。これでエビの活性が上がれば、他のミネラル添加剤も使用していこうかなと考えています。一度もミネラルウォーターを買ったこともないし、飲んだこともない自分からすると、エビに初ミネラルウォーターを先に飲まれるのは負けた感がありますが、仕方ないです。というわけで今回は2つのミネラルウォーターを買ってきました。各ミネラルウォーターの pH や TDS なども計測していくんで、ぜひ続きも見ていってくださいね。まずは最初に画面に映したエビアンです。これは僕でも知ってる商品ですね。初めてミネラルウォーター買って気づいたんですが、水ってちゃんと硬度がどれくらいで pH がどれくらいって書いてあるんですね。カルシウム、マグネシウム、カリウムが何ミリグラムとか詳細に書いてあってとっても感動しました。でもスーパーとかでよく見る山の天然水的なのは軟水みたいですね。今回2種類しか買えなかったのは、探し回って香水の水が2種類しかなかったからなんですね。早速エビアンの成分表を見てみましょう。100ml あたりカルシウム 8mg、 マグネシウム 2.6mg、 ナトリウム 0.7mg。 これ見てもよくわかりませんね。硬度は約 304mg 毎リットル、 pH7.2、 弱アルカリ性ですね。続いてはコントレックスです。これはコメントでおすすめされていたミネラルウォーターです。九州民御用達ドラッグストアコスモスで購入した品です。今まで何度もコスモスを利用してきましたが、コントレックスに目を向けたことがなかったんで、あったことに驚きです。アクアリウムをやっていてどんどん見聞が広がっていきますね。まずは成分表を見ていきましょう。100ml あたりカルシウム 46.8mg、 マグネシウム 7.45mg、 カリウム 0.28mg、 硬度約 1468mg 毎リットル、 pH7.4。 カルシウム牛乳約3本分ってやばいですね。短気な人に対する煽りは牛乳のみじゃなくてコントレックスのみに決まりです。続いてはアクアリストにもピンとくるように2つのミネラルウォーターの pH と TDS を測ってみましょう。まずはエビアンから。7.03 くらいですかね。
安物の中華pHメーターもそこそこ正しい値を示していることが分かって一石二鳥です。続いては TDS です。256。浄水器使って TDS0 にした後に飼育水の TDS を260くらいにしている方はエビアンでレッドビーシュリンプを飼育していると言っても過言ではないですね。お次はカルシウムが牛乳の約3倍、大本命コントレックスです。7.03。エビアンと変わりませんね。続いては TDS です。驚異の995。いや、笑いましたね。どんだけすごいんだって話ですよ。ウォーターエンジニアリングさんの TDS メーターじゃ測りきれなかった可能性すらあります。というわけでミネラルウォーターの水質を測定したところで、今現在のレッドビーシュリンプ水槽の水質も見ていきましょう。まずは pH。 安定するのに時間がかかりますね。だいたい 6.39。 続いては TDS。 174です。お次はテトラ 6in1 で大まかなコードを見ていきましょう。一応信頼性があるかは分かりませんが、テトラのアプリでも計測していきます。硝酸塩が50から100、亜硝酸は0、GH は4から8の間ぐらいでしょうか。だいぶ前に測った時は GH0 だと記憶していたんですが、換水を行ったことで少し上がってたのかもしれませんね。KH は0から3、pH は 6.4 くらいでした。飼育水の水質とミネラルウォーターの水質が分かったことで、比較的安全に添加できるようになったのではないでしょうか。それではようやくミネラルウォーターを入れていきましょう。ただコントレックスをそのまま入れると pH のショックや TDS が急激に上がる可能性があるんで、水替えと同時にやっていき濃度を薄めていこうと思います。まずは7リットル水を抜いていきます。そのうち2リットルは飼育水を取っておき、残りをコントレックス1リットル、水道水を4リットル入れて混ぜます。混ぜ合わせた水の pH、TDS を測っていきます。pH6.9、TDS は268でした。水道水とコントレックスの pH が7付近なんで上がるのは仕方ないですね。TDS も268なら5分の1に薄まるんでいいんじゃないでしょうか。一応 GH も測りました。8から16の間くらいですかね。これくらいの変化なら大丈夫かなと思いましたが、万全を期して点滴法で入れていきます。だいたい18時間ぐらいかけて7リットルを入れ切りました。さてどうなるでしょうか。というわけで翌日、全部水が入りきったところで水質測定です。pH は 6.7 くらいでしょうか。TDS は208です。GH は8に近いですかね。慎重にしたつもりですが、シュリンプたちに悪影響がなければいいですけど。というわけでミネラルウォーターを1リットル入れたところ、pH が 6.4 から 6.7 と 0.3 上昇。TDS は174から208と34上昇。GH は5から7でに上昇した結果になりました。劇的な変化にはなりませんでしたが、なんとなくエビの活性も上がった気がします。また水替えの時は同様の方法でミネラルウォーターを入れていきたいと思います。ただ今の TDS を維持するにはまたミネラルウォーターを添加しないといけないんですが、これ1本200円ぐらいするんですよね。慣れたらやっぱりミネラル添加剤の方が
ランニングコストは安く抑えられそうです。今回のミネラルウォーターで環境が改善されれば、ミネラル添加剤の購入も視野に入れていきます。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。動画制作の励みになりますのでぜひ。それではご視聴ありがとうございました。